今回の動画ではアリエクで約7000円なのに NAM も IR も動いてバッテリー内蔵で手乗りサイズの超小型マルチリブトラのモザイクとナノコア、音が全く同じこの兄弟機を徹底比較します。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。今回は2026年に登場した新しいエフェクターブランドリブトラから2つのマルチエフェクターの提供を受けて紹介しています。これまでにも何本かリブトラ関連の動画を出していますが、今回はこのモザイクとナノコア、そしてリブトラ独自のキャプチャー技術であるレゾナについてまとめてお話をします。過去の動画は概要欄に記載してますので、ぜひ合わせてご覧ください。最初に言っておくと、この2機種は中身がほぼ同じの兄弟機です。音はもう全く一緒と言い切ってしまいます。歪みもエフェクトの種類も同じです。なのでこの価格帯で NAM や IR に対応していたり、シマーリバーブが入ってたりするのもポイント高いなと思います。でプリセットはファクトリーリセットしたら書き換わってしまったんですけど、でも箱を開けた状態ではもうこの2つどちらも同じものが入っていましたね。でどちらもバッテリーを内蔵しているので、このようにね、何もつながってない状態で動きます。充電や PC との接続、スマホとの接続もできるこの USB の C があって、入出力のジャックはこれはフォンジャックどちらもモノラルです。そうなんです。この2機種ともエフェクトがモノラルなんですよね。それとヘッドホン端子はあって、ここはステレオです。なので Bluetooth でここまで飛ばしてきたステレオの音に合わせてギターを弾くことができるし、そのまま USB でスマホにつないで弾いてみた動画を撮ってみることもできます。あと Bluetooth は MIDI のフットコントローラーともつながりますね。あとね、これは独自のキャプチャー技術のレゾナへの対応も共通です。レゾナは原因の設定を何個もキャプチャーするっていう実機の動作を丸ごとキャプチャーするような技術です。このレゾナに関する動画もいくつか作っていて、実機のキャプチャーの様子とかも公開してますので、よかったらそちらもご覧ください。こんな感じでこの共通機能が多いこの2機種ですが、違いについても簡単に説明しましょう。もうね、さっきも言った通り、このスペックはもう基本的に一緒です。搭載してるエフェクターとか、あと基本的なオーディオスペックなんかも一緒です。で、あとは本当もう形状的に違いがあるのみで、画面の大きさとか内蔵バッテリーの違い、あとフットスイッチの有無による違い、そんなところですね。あえて言うならモザイクはこのフットスイッチ、これを使ってストンプボードにできるところが違うところかなと思います。でもね、ナノコアも右でフットスイッチつないじゃえばその辺はできるんですけどね。では実際にものを見ていきましょう。最初はナノコアから見ていきたいと思います。ナノコアはもうこのくらい、手のひらに乗るぐらいの大きさ。ボスのコンパクトと比べてもこんな感じですね。もう全然小さいです。全然小さいです。全然小さい。LINE6 のトランスミッターと比べてこのぐらい。ちょっと長いかなぐらいで、もうほとんどね、変わらないぐらいの大きさかなと思います。なので本当にこんな手のひらサイズすっごく小さいです。で、ちょっといじってみましょうってする前に、ちょっと今僕がね、これこのチャンネルのジングルで使ってる画像とかも使ってカスタマイズしちゃってるので、こちらを一旦元に戻します。そうなんです。このエフェクターはね、UI をカスタマイズすることができるんです。はい、一旦ね、購入時のデフォルトに戻しました。で、操作はこんな感じで2つのノブを使います。下のセレクターのノブを回して、これで選んで、それで値をいじる。押して決定、バックはマスターみたいな、そんな感じですね。これが基本の動作です。で、これはモザイクも一緒です。でセレクターでカーソルを合わせてクリックして、
で設定をいじったら、そしたらマスターでバック、マスターを長押しするとセーブができます。でエディット画面にいるときは長押しで一発で上書きになりますが、ホーム画面にいるときはこれね、書き込む先のターゲットを選んで、上書きするかどうかとかが選べます。 PC やスマホのトーンコマンドっていうアプリを使っても、これもねモザイクもナノコアも同じなので、画面上で細かな数字を見ながら調整したりすることができます。で実機の方なんですけど、で画面はここの左上から行くと、ここがマスターボリュームで、その隣がこれがパッチのボリュームですね。パッチのボリュームで、その隣は Bluetooth の電波を出すか、これ今接続待機状態で切るかみたいなことができます。あとはここは設定ですね。歯車アイコンになってて、設定、各種設定、インプットゲインとか USB ボリュームとか、そう、ここにループバックがあるんで Bluetooth で受けた音を、録音側に回したり、 USB から出力したいときはここをオンにしておきますと。あとここエフェクトチェーンなんで、例えばモジュレーションをアンプの前に持っていきたいよみたいなこととかはここでできます。あとこれチューナーですね。チューナーがねちょっと癖があって、このセンターがどこだか分かりにくいんですよね。なんですけど、これちょっと面白いのは、なんとこのチューナーの可変幅、基準ピッチが400から480っていうことなんで、パンテラの425とかそんなことだってできちゃうよっていう、結構可変幅が大きい変態的なチューナーになってますね。であとここがパッチの番号を切り替えてます。ちょっと見づらいかな、薄いんで。であとはこっちか、ここからエフェクト1、エフェクト1はゲートとかコンプとかそういうのが入ってますと。でエフェクト2、エフェクトの2のところは、ここは歪み系かな。スクリームだからチューブスクリーマーとかクローンケンタウロスみたいなやつ、 OCD みたいなやつ、 DS2 とかそういうのがいろいろ、ここ11分の11の11ってなったら全部で11個あるってことですね。このフィックスドワーみたいなやつもあります。あとねモジュレーションは5種類、コーラス、フェーザー、プランジャー、トレモロ、ビブラート。イコライザーは3種類、3バンドか6バンドか8バンド。あとリバーブは7種類かな。ルーム、プレート、ホール、コンサート、スプリング、シマー、クラウド。クラウドとかめっちゃ長いですね。シマーはこの価格帯で入ってるのは珍しいんじゃないかなと思いますね。でスプリングはね妙にすごい本当にビヨンビヨン言ってる、そんなスプリングでした。でディレイもBBD ってアナログ、デジタル、タッキングするやつかな。あとアイス、リバース、ローファイ、スミア、モジュレーションみたいな感じでいろいろ入ってますと。であとアンプは30種類あるんですね。まあいろいろあるんですよ。ボグナーとかいろいろあるんですけど、であとここにナムを入れることもできます。ナム入れるって言っても変換にはなるんですけど、A1、A2 どっちも、変換して入れることができます。変換はさっきのトーンコマンドを使います。あとはですね、このリブトラ独自のレゾナっていうキャプチャー、それが入れることができます。僕もねレゾナでキャプチャーした自分でキャプチャーしたやつとかも入れてみて使ってみたんですけど、結構いいですよ。レゾナ面白いです。あとはねキャビネットですね。ここも30個のスロットがあって、もともと30個入ってるんですけど、ここに IR を入れることができます。そう、この30個の、キャビネットとかアンプのスロットっていうのはもともと30個で、全部入ってるんで、後から追加するときは上書きになります。上書きになったら元のやつ消えちゃうのかって感じなんですけど、トーンコマンドのところにレストアする機能があるんで、
ファクトリーリセットを戻すことができます。ただこれ全部戻っちゃうんですけど、全部一気に戻っちゃうんで、バックアップを取っておくっていうこともこの辺から可能です。エクスポートすることができます。なのでバックアップを取りながらリセットしたりすることができるし、あとね、バックアップ取るときにね、アンプモデル、NAM とか変換した NAM とか、あと IR とかもまとめて書き出すことができるんで、これはセットになって元のパッチに戻せるんですごい便利かなと思いますね。はい。で、各プリセットなんですけど、さっきも言った通り、ナノコアと、このモザイク同じ音なんですよね。で、このモザイクで全部のプリセットを弾いている動画ありますので、詳細はそちらでご確認ください。はい。では、それでは続いてモザイクの方を見ていってみましょう。こちらはね、こんな感じで、フットスイッチついてます。で、フットスイッチの間隔も、なんだろうな、この辺のやつと比べても若干広めだったりするのでね、ちょうどいい感じで踏み間違いとかもないかなって感じですね。で、この辺の普及価格帯っていうかな、手頃なマルチってフットスイッチが2つのものが多いと思うんですけど、これはね3つあるんで、クリーン、バッキング、ソロみたいな、そういうものを3つ並べて置いておくことができる、すごい使いやすい感じじゃないかなと思ってます。そしてね、これ自体金属で結構合成感もあるかなという感じですし、何よりね、このなんていうの、溢れ出るこの無印良品感というか、ちょっとね、なんかこうセンスのいい小物みたいな感じのテイストがあります。で、こちらもノブの使い方はほぼ一緒で、こうやって今ね、これ水色になってるところが選ばれてるやつなんで、これでグリグリやりながらどこを動かすのって選んで、こうやって動かしていくみたいな、そんな感じですね。で、一番上からマスターのところは、M100 はマスター100ですね。マスターボリュームはこっちと連動してます。次が P100 はこれプリセットボリューム。こうやって選んであげるとオレンジになるんで、その状態でこう数値が変えられる。その隣が BT なのはさっきと一緒ですね。BT のオフ、オンって感じ。で、P18C というところを選ぶと、これがパッチの番号がこう変わってきますよって感じ。で、あと FX のところは後で説明します。その隣が歯車になってるんで、ここで、設定がいろいろできます。これね、さっきと同じように、ループバックをオンにしたり、インプットゲイン変えたりだとか、そういったことができます。ファームウェアのバージョンのチェックできるのかな。で、この FX のところがちょっとね、癖があって、例えばね、FX2 とかって選んでるとするじゃないですか。これまず、一番端の A のフットスイッチを押したときに、この一番左側の縦軸が変えることができます。これでどのエフェクターを選ぶかが、できて、FX1 を選んでオレンジ色になったら、こうやってアンプの前に持ってくるとか、そういうことができます。で、真ん中を押すと、その FX、今だと FX1 なんだけど、FX1 はいじれるとこ少ないからアンプにしておこう。アンプを選んでおいて、スイッチ B を押すと、今度ここをカーソルを当てて、その数値をいじることができます。一番上はアンプモデルなので、そこでセレクターを押せば、こうやってアンプモデルをどんどん変えていくことができると。で、それ以外にも、ゲインをこういじったり、イコライザーいじったりすることができますよっていうのが、この B を押した時の動きですね。で、C はこれはオンオフです。今このアンプがオンになってるんで、このアンプっていうところの左側にね、ちょんってなってるの、これがオンになってる証拠。あとここもついてる。これを消すと消えて、こっちも消える。ね、これオンオフが分かるような状態になってます。っていう感じでパッチをいじることができるんですけど、モザイクにしかないのがストンプモードで、この2つ A と B を両方押すとストンプモードに入ります。で、ストンプモードっていうのはこの A、B、C にそれぞれ1個ずつエフェクトのオンオフを割り当てることができるんですね。例えばなんですけど、C にディレイを割り当てたかったらこれ長押しするんですよ。そうするとピコピコピコってなるんで、今ディレイ選んでる状態なので、これで C を押します。そうすると C がディレイになりました。ディレイの下で C がピコピコって。じゃあモジュレーションのところを B にしよう。で、こうやります。
じゃああと FX の2を A にしようってなったら A って押す。そうすると FX、 じゃあこれでもう一回ポチッと押そうかな。長押しかな。そうすると FX の下に A って書かれてますね。これでオンオフできる。で、モジュレーションの下に B ってなってる。これがモジュレーションのオンオフ。あとディレイの下に C ってなってるんで、これでディレイのオンオフ。オンになってるときはここの LED もつくんですね。わかりやすいですね、これ。こういうふうにオンオンオンオフオフオフみたいなことができます。これがストンプモードですね。あとはですね、これのチューナー、今度チューナーは B と C の長押しなんですけど、チューナーがねめっちゃちっちゃいんですよ。針がね、こんな感じでめっちゃちっちゃくないですか。これ一番下にこれメーターがあって、今だいたい25プラス25ぐらいになってるんですけど、すごく見えないですよね。これねステージで使うのはちょっと厳しいんじゃないかなって思ってます。あとね、チューナーで言えばね、このナノコアの方もねすごい使いにくそうなの。ナノコアのチューナーがここから行くんですけど、ほらね、こんな感じでセンターが分かんないんですよね。これ困るよねっていうことで、僕はちょっとこれを後ろの背景の画像を自分で設定できるんで、真ん中のところにセンターに線が入っているような、そういうものも用意してみました。あとはね、一緒に組み合わせて使うトーンコマンド、このアプリなんですけど、ちょっと今はじゃあせっかくなのでもう一回テーマを自作のやつに戻しておこうかな。テーマを元に戻しながらお話をしてみたいと思います。よいしょ、アップロード。でね、このトーンコマンドっていうアプリは PC でも Mac でも、あとモバイルでも対応してます。見た目もそっくりなので、多分できることもほとんど一緒かなっていう印象がありますね。ちょっと実際使ってみて差がないかなって思ってます。で、ポイントはいくつかあって、ニューラルアンプモデラー、NAM とかレゾナーといったアンプキャプチャーを取り込んだり、あとキャビネットの IR を転送することができます。あとね、ナノコアだと今このデザイン送ってるんですけど、このデザインスタジオみたいな機能があって、ね、今やってるみたいなこのカスタムデザイン、こういうものを自分で作ることもできます。もうちょっとで転送できるのかな。で、これ転送するとここがカスタムデザインに変わります。ほら、ね、こんな感じで自分で設定した UI に変わります。あとはね、AI ステム機能があって、ここから曲を取り込むことができるんですけど、そうすると取り込んでると今こんな感じで、パートが1、2、3、4、5、6個に分かれてますね。これでこんな感じでバッキングトラックを作ることができるので、これを Bluetooth で飛ばしながら、それに合わせてギターを弾いて、それをそのまんま USB でつないだスマホで弾いてみた動画を撮るなんてことができます。あとはね、ドラムマシン機能もあって、こんな感じのステップシーケンサーになってるんですけど、しかもこれこんな感じでね、サンプラー的に音を変えることもできるんですよね。今スネアのところを八百屋のカーベルにしたんですけど、こんなこともできたりする。あとね、ビートを選んだり MIDI ファイルをインポートすることもできます。かなりマニアックなことができるアプリが一緒になってると、そんな感じですね。もうね、語りきれないぐらい盛りだくさんに機能がありますが、ただね、気になる不具合がないわけじゃないんですよ。ただそれらはもうまとめてリブトラに報告と要望を出したんですよね。そしたらすぐに受け止めてくれて、文書で回答を出してくれました。なのでとっても真摯な対応をしてくれたなというふうに感じてます。ちなみに指摘した内容はこんなところになってます。はい、ということでリブトラの2製品紹介してきました。このブランドね、NAM の A2 に変換とはいえすぐに対応したファームやツールを展開していたり、自社独自のレゾナっていうキャプチャー技術を開発してライブラリーを始めていたり、
ユーザーの声に真摯に耳を傾けたりだとか、まだいくつか不具合もあるんですけど、技術とやる気にあふれた元気のいいブランドなんじゃないかなと思いました。そんな製品やブランドに興味を持たれたら、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。ちなみにね、今はまだ楽器店では取り扱っていなくて、海外通販のアリエクスプレスでの購入になります。でもね、どちらもね、これ送料込みで7000円前後とか、ちょっともう目を疑うような安さで売ってます。これもリブトラが開発から製造までを自社で担えるからこそなせる技のようです。はい、ということでリブトラのナノコアとモザイクについて紹介してきました。いくつか関連動画も出してますが、まあ一旦ね、これらの紹介はここで一段落にします。新興メーカーが育っていくところを一緒に見守ってみませんか？そんな楽しみ方もあるんじゃないかなって思います。それでは今回の動画はここまでです。今回の動画が面白いと思っていただけたなら、いいねとチャンネル登録、ハイプなどをお願いします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。